こんにちは、現役教官です。今日勉強するのは第1段階の項目3、標識表示などに従うことです。この動画は約8分で見ることができます。それでは早速いきましょう。道路にはたくさんの標識表示があります。標識表示は道路の通行方法や注意すべきことなどを教えてくれるものです。したがって車は標識表示の意味を正しく理解し、それに従って運転しなくてはいけません。標識表示について曖昧なまま運転をしていると、違反で捕まったり、交通事故を起こすきっかけにもなってしまいます。あなたはそんな目に遭わないように、この時間で標識表示についてしっかり勉強していきましょう。まずは標識について勉強しましょう。標識とは道路にあるこういった看板のことを言います。また標識にはメインの意味となる本標識と、それに対して補助的な意味を持つ補助標識の2つがあります。この本標識は展開禁止といって U ターンを禁止する標識です。そしてこの右向きの矢印の補助標識はここからという意味を持っているため、合わせるとここから展開禁止という意味になります。ちなみにこの矢印が左向きの矢印だと、ここまで展開禁止の意味となります。矢印の補助標識がついている場合は矢印の向きにも注意してくださいね。またメインの本標識には次の種類があります。特定の交通方法を禁止したりする規制標識、特定の交通方法ができることなどを指示する指示標識、道路上の危険や注意を促す警戒標識、地点の名称、方面、距離などを示す案内標識、本標識は以上の4種類になります。まとめると分類分けはこんな感じになります。本標識と補助標識は別物であることを覚えておきましょう。次に表示です。表示とは路面に示された線や記号、文字のことを言います。表示の種類は規制表示と指示表示の2種類になります。標識よりは種類が少ないですね。今日はこの動画で標識表示を全部覚えましょうと思ったんですが、それだとすごい数になってしまうので、今回の動画では特に試験に出やすい傾向のある要注意な標識表示だけを紹介していきますのでご了承ください。まずは標識からいきましょう。この標識は通行止めの標識です。この標識から先は歩行者も車も路面電車も通行ができません。それに似ている標識で車両通行止めという標識があります。車両通行止めは車の通行を禁止するもので、歩行者は通行できます。似ている標識ですが意味が異なるので注意です。次に車両進入禁止の標識です。この標識は矢印の示す方向にしか進めない一方通行の標識の出口側に設置されます。車両進入禁止の標識の方向には進むことができないので注意しましょう。次は二輪の自動車以外通行止めの標識です。この標識がある道路では二輪車以外の自動車は通行が禁止されます。このような特定の種類の車両に斜め線が入った標識はその車両の通行を禁止する標識になります。他にも大型貨物自動車等通行止めや二輪車原付の通行止め、二輪車の2人乗り禁止の標識などがあります。どれも標識に関わる車両の通行を禁止する標識になりますので覚えておきましょう。次は駐車禁止の標識です。この標識がある場所では長時間車を止めるような路上駐車は禁止されますが、短時間ちょっと止めるなどの停車はできます。それに似たもので駐停車禁止という標識があります。この標識がある場所では長時間の駐車もちょっとの時間の停車も禁止になります。また駐車禁止と駐停車禁止は表示ではこのように歩道の縁石の黄色い実線と点線で示されるので合わせて覚えておきましょう。道路の脇に車を止めようと思った時にはこの標識と表示がないか注意しましょう。次は重量制限の標識です。この標識がある道路では総重量が表示された重量を超える車は通行できませんので気をつけましょう。また引っ掛け問題で問題文が総重量ではなく積載量と書かれる場合があるので注意です。次に最高速度と最低速度の標識です。左は最高速度の標識です。
この標識のある道路ではこの速度を超えて運転してはいけません。右は最低速度の標識です。この標識のある道路ではこの速度を下回って運転してはいけません。最低速度の標識の場合には速度の下に下線が引かれているので覚えておきましょう。次は自動車専用の標識です。この標識はこの先の道路が高速自動車国道または自動車専用道路であることを示しています。このように特定の種類の車両などが描かれた青色の丸い標識は専用の標識を表しています。他には自転車専用、歩行者専用、自転車及び歩行者専用の標識があります。次は横断歩道の標識です。近くに横断歩道があることを示します。似た標識で学校、幼稚園、保育所等ありの標識があります。この標識は近くに学校などがあるので子どもの飛び出しなどへの注意を促す標識になります。似ていますが意味が異なるので注意です。次は車線数減少です。この先の道路の車線が減ることを示しています。似た標識で幅員減少があります。この標識は道幅が狭くなることを示します。車線の数は変わりませんので気をつけましょう。次は表示の立ち入り禁止部分です。道路にこの表示がある場合は車はこの表示の中に入ってはいけません。また似た表示で停止禁止部分があります。停止禁止部分の場合は中に入って通行することはできますが、この上で止まってはいけません。信号待ちなどで止まらないようにしましょう。では最後に練習問題です。第1問。本標識には規制標識、指示標識、警戒標識、補助標識の4種類がある。本標識は規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類です。補助標識は本標識には含まれません。第2問。この標識のある道路で二輪車は通行することができる。この標識は二輪車の2人乗り通行禁止です。よって1人乗りの二輪車なら通行することができます。第3問。この図の左は停止禁止部分、右は立ち入り禁止部分の表示を示している。左が立ち入り禁止部分、右が停止禁止部分の表示になります。では、今回の教習は以上となります。お疲れ様でした。このチャンネルでは、現役の教習所教官による免許試験対策の動画を配信しています。動画がいいと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。